こんにちは、ぴょんです。静岡県伊豆の河津町にある老舗旅館玉宝館さんに宿泊しました。葉が青々と茂る5月の上旬。ちょっぴり初夏の風を感じる季節になりました。河津といえば、そう、河津桜で有名ですよね。ピンクの春を届けてくれる優しい街。その河津の中にもう一つの宝物があるのをご存知ですか？それは温泉です。はるか昔、奈良時代の西暦779年に、現在の河津町で湧き出た冷泉があり、花々が織りなす美しいその温泉を花田の湯と称し、多くの名僧や武将たちから愛されていました。しかし、時代の流れとともにいつしか姿を消し、伝説として語られるだけになってしまったのです。大正時代の終わりに一人の人物が立ち上がりました。その名は稲葉時太郎氏。もう一度この地に温泉を取り戻そうと、私財を投げ打って温泉掘削を開始したのです。諦めずに地面を掘ること4年。ついに地響きを立てて吹き上がった熱泉はなんと50メートルの高さまで。この温泉をたくさんの方に楽しんでほしいという思いから、1926年、温泉旅館として玉宝館さんは開かれました。そんな歴史ある源泉を有する旅館が、今回ご紹介する玉宝館さんです。館内に一歩足を踏み入れると目に飛び込んでくるのはどこか懐かしいけれど、確かに洗練されたモダンなインテリア。チェックインは15時。自家製のわらび餅と伊豆名産の栗茶をいただきながら、チェックインの手続きを行いました。今回宿泊するお部屋は最上級客室の露天風呂付き離れです。チェックインをした母屋とは別の場所に独立したお部屋が建っています。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。玄関を入った正面は広々とした和室リビング。玉宝館さんは100年の歴史を持ちながらも全面リニューアルされており、現代の機能性、快適性が備わっています。木のぬくもりと静かな照明、優しい時間に包まれるような感覚です。テーブルの上のお菓子、ドリンク類は追加料金なくいただけます。コーヒーマシンはドリップポットというもの。湯沸かし器はティファールのケトルが置かれています。引き出しの中にはカップとグラス類。冷蔵庫の中には富士山の天然水、静岡茶、ビールが入っています。有料ドリンクの注文時などは宅配ボックスで受け取りも可能です。お化粧室は玄関近くにあります。リニューアルを手掛けたのは世界的なインテリアデザイナー、内田茂氏。アメリカのメトロポリタン美術館で永久コレクションに選ばれるなど海外でも著名で、紫綬褒章も受賞している現代の名匠です。彼がコンセプトに掲げたのは、古き、新しき、極み。単なるデザインの融合ではなく、時間と感性の重なりを体験として感じてほしいという意図なのではないかと私は考えました。清潔に整えられた洗面所には必要なものがすべて揃っています。アメニティはコットン、綿棒、ヘアゴム、ヘアブラシ。
シャワーキャップ、体を洗うタオル、カミソリ、シェービングジェル。内側が防水の巾着袋。基礎化粧品はオムニサンス。ドライヤーはパナソニックのナノイーシリーズ。たっぷりのタオル類とガウンが用意されています。衣類はリビングの方に浴衣とサムエが置かれていました。レストランも含めドレスコードはありませんので、リラックスした格好で過ごせます。洗面所の真後ろはシャワールームです。シャンプー類はポーラ。楽しみにしていた客室の露天風呂です。湯船はヒバと十和田石で作られています。泉質はナトリウム塩化物温泉 pH8.3 の弱アルカリ性です。伊豆半島は太平洋プレートとフィリピン海プレートが衝突する場所に位置し、活火山や海底火山が多い地域のため、温泉が湧き出しやすい構造になっています。古き、新しき、極み。古さと新しさは対立ではなく美しさとして重なり合っていて、その調和の中に極みが生まれています。館内の施設をご紹介いたします。大浴場は2カ所あり、チェックイン日とチェックアウト日で男女入れ替え制です。きれいに清掃された脱衣所には必要なものがすべて揃っていますので、タオルやアメニティなどを持たず手ぶらで来ることができます。ウォーターサーバーやアメニティ一つ一つにまで整った気配りがあり、細やかな気遣いが息づいています。扉を開けると、ふわりと立ち上る柔らかな湯煙。こちらの大浴場には表情の異なる2つの浴槽があります。内風呂は黒い浴槽とヒノキの壁がモダンな印象で、外にはヒバ作りの開放的な露天風呂。お手入れの行き届いたお庭では、もみじやツツジの木が枝を伸ばし、四季折々の表情を見せてくれます。無色透明の温泉は澄んでいて、体の芯まで穏やかに温めてくれます。お風呂から上がった後は湯上がりどころへ。さりげなくしつらえられたドリンクバーにも心配りを感じます。もう一つの大浴場スイカは一度に30人ほど入れそうな岩の大露天風呂。大浴場から戻ってくる途中に目に留まったのは、蔵をイメージして作られたバーとテシャン。くつろげるよういろりを囲む畳のお席もあります。どこか懐かしく、そして温かな雰囲気のカウンター。世界の名酒が並びます。色とりどりの浴衣から好きな一着を選べるサービスもあります。どれも可愛い色柄で迷う時間さえ楽しみの一つ。今度は予約制の貸し切り風呂へ。フロントで鍵を受け取って外の木札を裏返してから入ります。3つある貸し切り風呂のうち、まずはじめにご紹介するのは薫風です。チェックイン後に先着順の予約になりますので、チェックイン時刻通り早めに到着して、すぐに予約を確保するのがおすすめです。ヒノキの香りの中に信楽焼陶器風呂が佇んでいます。
窓のない浴室には外の風がそっと吹き抜け、露天風呂のような開放感です。貸し切り風呂を後にしてフロントの前を通ると、ロビーの奥にはお土産品やお宿の備品などを買える売店がありました。ゆったりと温泉に浸かり、心も体もほどけてゆく。そんな至福の時間を過ごした後は夕食のお時間です。離れのお部屋から母屋にあるダイニング春菜六館へ。行灯の光が灯り、夕暮れの小道に柔らかなぬくもりが宿ります。今宵はどんなお料理に出会えるのでしょうか。夕食の時間とお席のタイプはチェックイン後に先着順で予約するスタイルでした。お部屋のグレード順に良いお席が割り振られるなどがないため、早めのチェックインが安心かもしれません。先付けはウニと湯葉の和風ロワイヤル。優しくとろける湯葉と濃厚なウニが織りなすクリーミーな一品です。上にはキャビアを乗せた旨味のジュレ。和と洋のハーモニーが広がります。前菜は旬の味覚を少しずついただける5種盛り合わせ。一つ一つに丁寧な手仕事が感じられる美しいお料理です。2名分が盛り込まれていますので、それぞれの板に取り分けていただきます。香ばしいごまだれがかかったタイ昆布締めのお寿司。京水菜とナスのおひたしは細い鰹節、糸柿とともに。続いてサワラの揚げ浸し。旨味を含んだ出汁にフキノトウザ煮と柚子胡椒おろしがアクセント。白梅とバルサミコのソースで味付けされた島味の酢締め。炙り卵黄醤油がとろりと絡んだ平貝と白アスパラ。お椀は旬の魚を使った沢煮椀。人参、ごぼう、椎茸といった食材の地味に背脂のコクと芽ネギの香りが奥行きを加えます。お作りは漁港から直送された鮮魚4種の盛り合わせ。本日の内容はヒラメ、オナガダイ、マグロ、そしてアオリイカです。どれも身が美しく澄み、海の恵みをそのまま味わえる贅沢な一皿です。薬味や調味料も多彩で、土佐醤油の深み、大島オーシャンソルトのまろやかな塩味、入り酒の旨味ある酸味が素材の味を引き立てています。魚料理は3種の中からお好みの一皿を選ぶスタイル。私が選んだのは下田産の金目鯛塩焼き、静岡県産桜エビのソース。夫が選んだのは生ウニが乗った甘鯛の酒蒸し。お肉料理もまた3種類から一皿を選ぶことができます。私が選んだのは黒毛和牛ヒレ肉の網焼き。ミディアムレアに焼かれたとても柔らかいお肉を季節野菜とともに、香り高いカンポートペッパーとフランス産ゲランドの塩でいただきます。夫が選んだのは黒毛和牛のサーロイングリル。温野菜のサラダにみぞれポン酢を添えて。脂の強いサーロインとお野菜のさっぱり感を合わせた一品です。お食事は白焼き穴子の釜炊きご飯。ふっくらと炊き上がったご飯に香ばしく白焼きされた穴子を乗せて、留め椀には赤だしを。旨味のある奥深い味わいは釜炊きご飯との相性も良好です。
デザートはなんと庭園に面したテラス席へご案内いただきました。関西で活躍する新進気鋭の庭師によって手掛けられたこの回遊式庭園には、河津の自然を巧みに取り入れた風雅な景色が広がります。心地よい風と緑の景色に包まれながら、ゆったりと甘美のひとときを楽しみます。お出しくださったのは抹茶のティラミスに白玉と小豆、そしてフランボワーズを添えた華やかな一皿。濃厚なお抹茶の香りに優しい甘さとほのかな酸味が重なり、食後の時間を穏やかに彩ってくれました。池に映る明かりが静かに揺れています。ごちそうさまでした。それではフロントの前を通って離れのお部屋に戻りましょう。こんこんと温泉は湧き続け、立ち上る蒸気が夜の空気にふわりと溶け込んでいきます。古のこの地に湧き、再び掘り当てられた温泉。遥かな時の流れにそっと思いを馳せたくなります。安どの柔らかな明かりに導かれながら、離れへの道をゆっくりと歩きます。静けさの中に旅館ならではの風情がそっと漂っていました。お部屋に戻り、再び湯に身を委ねます。夜の空気の中、温泉のぬくもりがじんわりと体に染み渡っていきました。客室での湯あみを楽しんだ後は2つ目の貸し切り風呂、甲府へ。日中に行った大浴場と貸し切り風呂の訓風との間に甲風があります。脱衣所にはふかふかのバスタオルに加え、化粧水や乳液、クレンジングなどの基礎化粧品も揃っていて、細やかな部分にまで心配りが感じられます。控えめながら、こうした心遣いこそが滞在の満足感につながるのだと改めて感じました。甲風は黒で統一されていて落ち着いた空間です。お部屋に戻ると、事前にお知らせされていた通り、宅配ボックスにお夜食が届きました。山形県のつや姫を使った可愛いサイズのおにぎりとお吸い物です。心も満たされました。おはようございます。貸し切り風呂の夕なぎに参りました。他の2つの貸し切り風呂とはなんだか雰囲気が違います。タオルやアメニティなどは同じように用意されていました。野趣あふれる作りで素敵なお風呂です。奮闘が見えますので、より温泉のパワーを感じられる気がします。緑宝館さんは3つの源泉を持ち、それぞれ若干数値が異なります。離れの宿泊者のみがその3つの源泉すべてを楽しめるのです。お風呂から上がって朝食に参りました。お時間は8時と9時30分の2部制で9時30分を選んでいます。朝の明るい雰囲気の中、レストランでゆったりといただくのは、伊豆の恵みをふんだんに取り入れた和朝食。地元で採れた新鮮なお野菜や海の幸が一つ一つ丁寧に調理され、器の上に美しく並びます。伊豆の土地の豊かさがしっかりと伝わってきました。お刺身は身がしっとりとしたサワラ。焼き物は香ばしく焼き上げられたアジの干物です。
炊きたての白米は艶やかに輝き、一粒一粒がふんわりと立ち上がっていました。とろろ昆布のお味噌汁は旨味がしっかり。晴れていたら鳥のさえずりが響くお庭を眺めながら過ごせます。アクセスについてご案内いたします。緑鳳館さんは静岡県賀茂郡伊豆半島の東側に位置しています。東京都心から車で3時間くらい、公共交通機関で2時間半くらいです。最寄りの河津駅からは無料送迎していただけます。老舗温泉旅館、緑鳳館さんの最上級客室、露天風呂付き離れ。プライベート温泉を楽しめる広々したスイートルーム。館内の温泉施設も大充実で、3つの貸し切り風呂と2つの大浴場があります。そして、美味しい日本料理の夕朝食2食付き。1泊2日1部屋大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？平日料金でお考えください。正解は10万4000円でした。今回の動画はいかがでしたか？行きたいと思った方は、いいねをお願いいたします。今後も国内外の上質な宿泊施設や乗り物など、たくさんの動画をお届けしてまいりますので、チャンネル登録をお忘れなくしていてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。